こんにちは、キズナあかりです。本日は、ラジコン飛行機を買って飛ばそう。第4回、XK-A160J3 の初飛行をお送りします。現在、離陸滑走できそうかテスト中です。離陸できそうなので、カメラを5倍にしてください。すでに見えにくい距離感ですね。風は正面右から4ノット。機体は、WL トイス XK-A160J3 幅 650mm 飛行重量 170g バッテリーは 2S500mAh。 それでは行きましょう。ローリング&ローテート。すごく上昇します。ダウントリム、マキシマムトリム。もう視力の限界に近いので気にせずターンレフト。トリム使い切りました。無限トリムの設定はしていなかったので残りは手でやります。なお、機体は 3D モードで LO レートです。なんで 6G モードじゃないんですか。それが重心はいい女は 3D モードなんですよ。あかねさんから聞いたので間違いありません。助手から指摘を受けていますが、この機体重心が結構後ろです。 3D モードでもジャイロは強く効いているので問題にはなりませんが、微調整前のグライダー並みの重心だと思います。あと、なんでマイコントローラー使っているんですか。付属コントローラーはさすがに過ぎてダメです。この間の俺の放火ハリケーンを思い出すよ。ちなみにこの機体ちゃんとラバーがあるのであれができます。必殺あかねさんのオーパス。こんなとこでやらんでいいじゃないの、あなた。女のたしなみですよ。初フライトで試しにハイレートにしてみます。要するにデュアルレートの切り替え。そうなんです。この機体カーブの設定が機体側にあってコントローラーでそれを呼び出すスタイルです。ハイレートにしたところ、ラナーの利きが格段に良くなりました。こっちの方が操作しやすいですね。なんかちょっと後ろもの気がするがな。いいけど、なんかちょっと後ろがもう 5g 前での欲しいような。ちなみに前でというのは長野県の方言で頭上げながら前の方という意味です。曲がるじゃん。細かいレビューは着陸の後ですることにします。おい、あれ後ろはそれでは着陸します。点滅というか、じゃあなんか金属物が光ったんだね。まあ一発で決めなくてもいいから。トリム合ってないので難しいです。いいじゃない。はい、そんな感じで初飛行は無事に終わりました。最後何か取れたように見えましたが、地面の落ち葉か何かだったようで特に問題はありませんでした。この機体評判悪いらしいですね。はい、その通りです。あかねさん曰くレビューを真に受けるとまともに飛ばないそうです。でも WL トイスの機体ならちゃんと飛ぶはずですよね。はい、そのあたりも含めてお話ししましょう。まずいいところからです。外観が素晴らしいです。細かいところまですごくよく作ってあります。 2000mm 級の機体をそのまま小さくしたような雰囲気です。その上で EPP 特有のムニムニ感が可愛いの極みです。デフォルメされているわけではないのにマスコットっぽいんですよね。あとこのサイズで離陸滑走できるのは素晴らしいの一言です。グラウンドオペレーションでラダーが効かないのはハイレートにすれば解決できました。では普通の箇所はありますか。はい、良くも悪くも低出力高翼機です。バンクすると曲がらずに上昇に転じます。だからといって横倒しにするとパワーがないので落ちます。この機体を最初から最後まで 3D モードで安定して飛ばせる人は飛行機の飛ばし方を知っている人です。基礎に忠実に飛ばす必要がありますが、未経験者に基礎を教えてくれる人は希少です。通常応用だけ教わりますので飛ばせないと思います。ただし 6G モードで飛ばせば基
礎の姿勢から外れないよう制御されるので、6G モードなら問題なく飛ばせるでしょう。じゃあ、悪い部分はありますか？付属のコントローラー。あとは、何かありますか？はい。今回の飛行結果で細かい調整をしますので、その後、いつもの8の字飛行を行います。多分、綺麗に8の字飛行できると思いますので、お楽しみに。なお、次回は、そろそろもう一つの、おもちゃの飛行機が届くと思いますので、その内容になると思います。それでは、高評価と、チャンネル登録をお願いします。ゆずきゆかりと、キズナあかりがお送りしました。